友達は多い方がいい。そんな思いに縛られていませんか？友達が少ないのは、どこか人として欠けている気がする。SNS を開けば、楽しそうな集まりが並ぶ。誕生日には大勢に祝われ、休日は誰かと過ごしている。それに比べて、自分はどうだろう。連絡先は少なく、予定は空白で、誘われることもほとんどない。通知が鳴らないスマホを何度も無意味に確認してしまう夜もある。気づけば誰かと比べている。そして少しだけ自分を下に置いている。このままでいいのかな。そんな不安が静かに残る。正しさはわからないまま、ただ引っかかりだけが残っている。でも本当にそれは問題なのだろうか。友達が多いことはいつから正義になったのか。誰がそれを決めたのか。学校ではみんな仲良くと教えられ、社会に出れば人脈が大事と言われる。けれど、それは本当にあなたのための価値観だろうか。もしかするとそれは、社会が都合よく人をつなげておきたいだけのルールかもしれない。つながっている方が管理しやすく、孤立していない方が安心できるから。本当は、そんなに人と関わりたくないんだけど。そんな本音を、どこかで押し殺していないだろうか。友達が多いことは、ただ、そう見える方が安心されるというだけかもしれない。その安心は、あなたのためではなく、周囲の不安を鎮めるためのものかもしれない。外側の価値観に揺さぶられるのは、人間の構造そのものと言える。人間は、不思議な生き物だ。群れることで安心し、同時に、群れに疲れる。矛盾しているが、それが普通だ。誰かと笑いながらも、どこかで早く帰りたいと思ってしまう。そんな感情を、誰もが少しは抱えている。歴史を振り返っても、すべての人間が社交的だったわけではない。むしろ、多くの思想や発見は、孤独な時間の中で生まれてきた。静かな部屋で、誰にも邪魔されず、考え続けた人間が世界を少しだけ変えてきた。人といる時間は、刺激をくれる。だが、人といない時間は、深さをくれる。どちらが優れているかではない。ただ、役割が違うだけだ。例えば、水は流れる時に音を立てる。だが、深い場所では静かだ。浅い場所ほど賑やかで、深い場所ほど何も聞こえない。静かなのは、あなたが深い場所にいるからかもしれない。人間関係も少し似ている。広く浅くつながることもできるし、狭く深くつながることもできる。あるいは、あえてつながらないという選択もある。誰にも干渉されない時間の中で、自分の輪郭がはっきりしてくることもある。それを欠けていると呼ぶのは、少し乱暴な気がする。だから、友達が少なくてもいい。無理に増やさなくてもいい。無理につながっている関係の方が、よほど不自然なこともある。人といることに疲れるなら、それは弱さではない。むしろ、感受性がある証拠とも言える。すべての関係を大事にしようとして、結果的に誰とも深くなれないよりも、ほんの数人、あるいは一人、もしくは自分自身と静かに向き合う方が、自然な人間もいる。人に合わせるたびに、少しずつ自分が削れていくなら、その関係は本当に必要なのか、考えてもいい。そもそも、友達が多い方がいいという前提自体、少し疑っていいのかもしれない。多さではなく、距離や温度の方が、本当は大事なのだから。かつて、ある哲学者は言いました。アルトゥル・ショーペンハウアー。孤独であるほど、人は自由である。この言葉を都合よく解釈するなら、人と距離があるからこそ、自分でいられる、ということだ。誰かに合わせなくていい。期待に応えなくていい。無理に笑わなくてもいいし、沈黙を埋める必要もない。それは、孤独ではなく、ただ静かな自由なのかもしれない。だから、無理に誰かと繋がらなくてもいい。今のままでも、問題はない。少なくとも、欠けているわけではない。ただ、少し波長が違うだけだ。それでも、ふとした瞬間に思うだろう。やっぱり、誰かと笑い合えたらいいのに。その気持ちも、きっと本物だ。人は完全に一人ではいられない。
でも、常に誰かといる必要もない。その間で、揺れ続ける。今日もまた、誰かと比べてしまうかもしれない。少し寂しくなる夜もあるだろう。気軽に連絡を取れる相手がいないだけで、妙に世界から切り離された気分になる日もある。でも、それは別に間違いではない。少ない友達でもいいと分かりながら、どこかで大人数に囲まれる自分を想像してしまう。まあ、ちょっと羨ましいけどね。